23パリサイ派とサドカイ派。パウロは多くの理由で主イエスに選ばれた器であった。少年時代にはタルソ、キリキア、小アジアで成長した。青年期に入ってローマに行った。それで彼はユダヤ以外の外国のことをよく知っていた。彼の父は厳格なパリサイ派に属するもので、息子の彼を最も厳格な戒めによって教育したのである。だから彼は子供の頃から父の信仰を熱心に学んできたので、その派の教えに従って死んでも生きることを信じていた。もしも復活を全然信じないサドカイ派の家で育ったならば、主イエスの信仰を受け入れることはとても困難であっただろう。まして視力を失ってからのことはなおさら難しかったであろう。一般のパリサイ派の人々はキリストが肉体も共に復活して十二使徒の前に現れたことを信じなかった。ただイスラエルの神だけは信じていた。その神は自らの喜びのために世界を創造し、そして自ら破壊する方であると信じていた。古い時代に活躍した預言者の中から偉大な預言者が再び現れると信じていた。彼らの信仰によれば何人かの偉大な教師は再生するが、一般大衆は死ねば地獄へ行き、野の草のように最後は枯れてなくなってしまうと考えていた。彼らは死後に関する考えはほとんど持っていなかった。祭司や学者は聖人だけが死なないと信じていた。トウモロコシの実は一つであるが、たくさん集まって一本の実となる。預言者や学者は世に出るが、時の流れには逆らえない。花がしぼんで種がばらまかれるように、彼らも同じような運命をたどる。これが人の生命の原理であると主張する。人は死に、そして生きる。だからサドカイ派の人々にとって、不妊の女は責められ、子を設けない父親は非難されるものと思っていた。要するにユダヤには二つの思想が存在していたのである。人間の復活を信じていたパリサイ派に対して、サドカイ派の預言者が一切は空であると叫んだように、人の生きる目的は何もなく、ただ虚しく流転するのみであるという思想が存在していたのである。このように考えていた人々の心には、ただ苦しみと絶望とがあるだけであった。